刺繍データを、USB に入れていきます。USB は、私が使っているのは、2GB の USB をいつも使っています。刺繍ミシンに読み込むときにあまり大きいサイズ、例えば 32GB とかそういう USB だとすごく読み込み速度が遅くなったりするので、ミシン繍で買う USB は 1GB とか 2GB を使った方がいいと思います。で、この USB を、USB 端子のところにはめていきます。USB をパソコンに挿したら USB のフォルダが開きます。ここの下に USB ドライブって書いてあるので、これが今 USB、この右側が USB フォルダの中で、このフォルダは今は空っぽですよっていうので何も入っていません。で、このフォルダに、先ほどダウンロードした、ファイルを入れたいと思います。で、まずは、ここを最小化にします。すると先ほどの気球とサッカーボールのデータの入ったフォルダが見えます。で、こちらを、左でこうダブルクリックしてすると、で左の方に私はいつもこう寄せて、で先ほどの USB のフォルダをこれが USB ドライブなので、これをまたクリックします。すると先ほどの USB ドライブがこっちに右側に来て、左側が、先ほどダウンロードしたファイル。私はブラザーの、刺繍ミシン使ってるので、このサッカーボール PES っていう、最後が PES ってなったペスのデータを、USB に入れたいと思います。その場合は左クリックして、クリックしたままこっちに移します。そしたら、サッカーボールが USB にコピーできました。もう一個あるのでこちらもコピーします。で、サッカーボールはもう終わったのでペケで、これもちょっとちっちゃくして、ここ最小化で、この気球の入っているフォルダをダブルクリックします。するとこうバルーンって気球が出てきて、これをまた先ほどと同じように USB ドライブを右側に持ってきて、バルーンペス PS フォルダをクリックしてこのまま移動させます。そうすると、こういうふうにペスのデータが USB に入りました。先ほど私の場合はこういうふうに画像がここに表示されてたんですけど、ペスとか文字だけでも心配しなくて大丈夫です。とにかくこの USB にデータが入っていたら OK です。で、ペケを押して USB も閉じます。で、データも閉じます。で、USB をパソコンから抜くときはこうクリックして USB をクリックしてハードウェアを安全に取り出しますかっていうので、デバイスの取り出し USB ドライブっていうところをクリックする。これで、刺繍データが USB に取り込めたので、 USB を刺繍ミシンに読み込むと刺繍ができるようになります。今日は業務用刺繍ミシンに読み込みたいと思います。USB をミシンに挿したら、刺繍データを呼び出します。で、先ほど入れたサッカーボールと気球が呼び出されています。で、刺繍したいデータを押して、セットします。これで、刺繍データが呼び出せました。次は刺繍をしていってみたいと思います。
今サッカーボールの刺繍をしています。無料のダウンロードの刺繍データを使ってサッカーボールの刺繍が完成しました。